どうも中田敦子です。さあ来ました。世界史でございます。古代中世インド編ということでですね、お待たせいたしました。ねえ、ヨーロッパ編とですね、中東編をやりまして、ちょっと時間を空けてですね、点々とやっていこうということなんですけども、再生リストではギュッとまとめて見れますので、楽しんでいただきたいなと思っております。改めてご説明しますと、この世界史はですね、全部で8本の動画に世界史をまとめてしまおうというプロジェクトでございます。思い返せば2019年にね、私がこの YouTube 大学を始めた当初にヒットしたその世界史のネタなんですけれども、その当時の映像とですね、私の技術、ではちょっとね、だんだんとこう古くなって、荒くなってなんか見えてくるんで、リメイクしようということで、今の技術、編集とともにですね、新たな気持ちでですね、リメイクさせていただいております。8本にギュッとまとめる。それはどういう構成になるかというと、古代中世を4つのエリアに分けてるんですよね。基本的にはヨーロッパ、そして中東、インド、さらには中国という4つの古代においての大きく栄えたですね、エリアを中心に見ていって、古代中世をやったら今度は大航海時代、それが全て繋がるというですね、ダイナミックに人類が交わっていく時代が入りまして、それが5つの目のブロックですね。そして6つ目、7つ目は近代ですね。近代は、欧米と中東、インド、中国という2チームに分かれます。欧米が産業革命によって一気にですね、この中東、インド、中国を飲み込んでいく、大きく影響を与えていくという帝国主義や世界大戦の時代が近代でございます。そしてその第二次世界大戦が終わった後の我々が住んでいるこの現代、それを最終ブロック、8つ目のブロックとして、ダイナミックにまとめていこうというプロジェクトでございます。それの3本目、それがインドでございます。もしまだ2本目、1本目を見てないよという方は、もし興味があれば見ていただきたいですし、このインド編だけ見ても、インドの古代中世が分かりますので非常に楽しめると思います。それでは早速参りましょう。まずはインダス文明からですよね。インダス川流域に、その文明は広がった。なぜ川なのか。ね。メソポタミア文明はチグリス川、ユーフラテス川とかありましたけども、基本的にはですね、人間というのはどういう生命体かと言いますと、集まると非常に力を発揮する連携型のですね、そういうコミュニケーション型の生命体なんですよね。単体で強いというと恐竜とかね、ゴリラとかね、ライオンとか強いわけですよ。ですが人類というのは非常に非力なわけですね。ですが地球を完全に現在制圧している。それはなぜかというと、集まったら連携して強くなるからというですね、特殊なですね、頭脳型のコミュニケーション型の生命体だからなんですよね。その人たちが集まったのはなんでかというと、中緯度帯、温度がですね、ちょっと乾燥して温度が上がって、乾燥した時に川に集まって暮らし始めることによって、農業がしやすい。工夫してみんなで連携しよう。そういったところから文明が生まれた。川の流域で始まった。それはインダス文明においてはインダス川だったというお話なんですね。昔習ったハラッパーとかですね、モヘンジョダロとかですね、そういった大きな遺跡があるのはインダス文明なんですけども、インダス文明非常に面白いのが、インダス文字というものがあることなんですよね。このメソポタミア文明においてはくさび型文字ってありましたよね。こうくさび型のね、三角形の文字をカン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 打ち込むというね、石板に刻み込むっていうあれですよね。あれでハムラビ法典って言ってね、ハムラビ法典って目には目を、歯には歯のやつですよね、なんていうね、覚えてね、こうやって読んでるのかなって、違うって石板でんねんっていうね、すごいでかい石の柱に刻み込んでまんねん。ハムラビ法典持ってきてって言ったら持っていけませんっていう、そういう文字だったんですけれども、くさび型文字、これは目には目を、歯には歯をって言ってますよね。ってことは何ができてるんでしょうこれ。解読できてるんですよ。くさび型文字は解読できてます。ですが、このインダス文字はまだ、この現在においても解読されてないんですよ。これが非常に面白いところ。エジプト文明のエジプトの文字もこれ解読されております。ある時に人類でとある天才が現れまして、こういうこうだなということで解読して、うわーこんなこと書いてるんだ。これによって文明が進歩した。で、文化が進歩したがあるんですが、この現在、この令和の、この現代の2023年においてもですね、このインダス文字は解読できております。なぜかというとね、まとまった文章が少ないんですよ。基本的にバーって文章が多ければ多いほど比較してですね、こんなこと言ってんじゃないか、あんなこと言ってんじゃないかってことはわかるんですけど、文章が少ないので、サンプルが少ない。だからこそ、ヒントが少ないということなんです。もし皆さんご興味ある方でインダス文明のですね、インダス文字見てですね、あれなんて言って、わかったなんて聞かせる人がいたら、ぜひ発表してください。ノーベル賞が取ります。ね、とんでもない。あれなんかわかるんですけど、とかね、なんか直感で読めましたなんて人がいたら必ず発表してください。
ださい。このノーベル賞ものでございます。現代においてはですね、AI とかも駆使して、このインダス文字の解読に取り掛かってるらしいですね。解読非常に心待ちにされている。さあ、そんな文字をね、作ってました。文明を作っていました。そういったのをですね、ドラビダ人という方々がね、やってたわけなんですけども、そこにですね、新たなる人々が、流入してくることから、インダス文明は動き始めるんですね。インダス文明が成長して衰退した、その頃にですね、北の方から、中央アジアの方から、アーリア人というですね、ちょっとヨーロッパ系インド人と言いますかね、そういった人たちがね、新たな民族が流入してくるんですよ。そしてその人たちが全く新しいものを持ってきた。そのことによってこのインドの文明はさらに進化する。一体何かそれは。それはですね、新たなツールと新たな考え方だったんですよね。新たなツールというのは鉄でございます。スティールですよね。もう昔で言うとね、その石器、石を砕いてね、石をこう磨いて、魔性石器とかね、打製石器とか言ってましたよね。石、弱いんですよ。ね。その上で青銅とかもね、まだその焼き方がうまくないからですね、脆いんですね。ところがこの鉄っていうのは非常に硬い。現代でも使ってますよね。これ何ですか？鉄です。そういうことですよね。バット何ですか？木です。鉄です。ね、鉄使いますよね。鉄というのは非常に加工しやすく、その上で高度にですね、その叩いたらですね、硬くなるということで、武器なんかにもですね、農具なんかにも使えると。この鉄ができたことによって何が起きたか。農業革命が起きたんですよね。農業によって一気にですね、作業効率が上がって生産性が上がっていった。いいことばっかりのように思いますよね。ですが、このアーリア人が持ってきた鉄によって農業の生産性が上がったというのは弊害ももたらしたわけですね。それが何か。それが貧富の差の拡大でございます。ねえ。この世界史やって思うのはですね、常に現代を振り返って考えさせてくれるいい鏡になるところなんですよね。ここで非常に現代としても考えなきゃいけないのはですね、イノベーションは飛躍的な生産性の向上をもたらすが、それと同時に貧富の差を拡大させる。これは真理だなと思いました。つまりですね、農業という新しいカルチャーですね。鉄器で農業するんだよなんていう人とね、鉄知らない、持ってないっていう人の間でですね、圧倒的に生産性が変わってしまった。そのことによってたくさん収穫取れましたというですね、お金持ちとですね、全然農業うまくいきませんという貧乏人とですね、圧倒的に分かれてしまう。分かれると何が生まれるのか、貧富の差が拡大すると何が生まれるのか、身分の違いが生まれてくるっていう話なんですよ。これ現代においても、そのちょっと前の近代においてもね、産業革命っていうものを、そのイノベーションが起きたわけですよね。蒸気機関車とか鉄道とかですね。そういうのを手にしたイギリスっていうのは世界中を席巻した。しかしそれに追いつけなかった工業化や近代化に遅れた国々は圧倒的に植民地にされていく時代がありましたよね。さらに言えば IT 革命。ねえ、工業革命の後の IT 革命。これに乗ったアメリカや中国っていうのはとてつもないメガテック企業っていうのを生んで、世界中を席巻したわけですよね。ところがその IT 企業を作れなかった国々は、その前の工業化の世界で、製造業でですね、伸びた国でも IT に追いつけなかったということで成長できなかった国っていうのはありますよね。それどこなんだ？そういうことですよね。そういうイノベーションが起きると必ず光と影が生まれる。それの農業バージョンがこのインドでも起こった。それが農業革命と鉄器、アーリア人の輸入だった。そして生まれてくる貧富の格差。それにですね、ものすごくフィットする形で新たな考え方っていうのをアーリア人は持ってきた。それが何か？バラモン教という宗教なんですよね。このバラモン教、特筆すべきが、後のですね、ヒンドゥー教の元になったと言われるんですね。このインドにおいてはですね、ヒンドゥー教が現在も主流派なんですけども、そのヒンドゥー教といえばカースト制度ってありますよね。強烈な身分制度ですよね。4階層に分かれていると。そのカースト制度っていうのはそのいろいろと言われて、現在もスクールカーストとかですね。あんまりいい言葉じゃないですけども、そういうふうにですね、非常に上下関係があるピラミッドがあるんだという時に使われますよね。そういう言葉の元になったカースト制度の前のですね、身分制度っていうのがこのバラモン教から始まってるんですよ。一番上がバラモン。これがですね、その宗教的な儀式を執り行うという人たちですね。私たちが宗教的な儀式を執り行いますね。神様にお言葉を伝えるのは私たちです。ということでやるわけですよね。その下にいるのが、バラモンの下がクシャトリアというのがいまして、クシャトリアは王族とかですね、部族とかですね、そういったね、宗教的なトップのですね、下でいてですね、実務的に管理するってね、そういう人たちですね。
支配階級ですよね、ここまでがね。その下、ね、それが売者と言われるですね、農民とかですね、商人とかね、基本的には庶民ですよね。一般市民という感じですかね。そして売者の下にいるのが囚奴らと言われる、奴隷と言われるですね、強制的に労働させられる、自由があまりないという身分だ。この4階層にすでになるんですよ。インドのこの身分制度は歴史がめちゃくちゃ古いんですよ。もうこれはですね、古代文明の後アーリア人流入と同時にですね、農業革命と同時にこの強烈な身分制度が出てきて、それはその後、手を変え品を変え、インドという国をですね、ずーっと規定づけてきたということなんですよね。このルールはですね、後にヒンドゥー教にバージョンアップされることに、さらに、ヒンドゥー教にバージョンアップされて、カースト制度になることによってですね、より強烈になり、要するにその身分間の移動ができないわけですよ。この身分の人は、代々この身分でこういう仕事にしかつけませんと。しかしそれを最近変えたのがあるんですよね。それが IT 革命ですよね。IT 革命というもので、エンジニアとかプログラマーとかそういう仕事っていうのはこのカースト制度のルールブックに載ってなかったわけですよ。載ってない仕事だからどの身分でもなれるって言ってですね、一攫千金のチャンスだと言ってものすごい勉強した結果どうなったか、今アメリカのビッグテック企業の CEO にインド人がものすごいなっていると。とんでもないダイナミックですよね。でもそれをうわーっと思わせる源流っていうのがインドのその古代にあるんですよね。このバラモン教というね、何をしてたかというとですね、ベーダと呼ばれるですね、言ったら神様のことをですね、崇めるね、賛美するというね、歌。はい、歌をですね、基本的にはそのみんなに読み上げるという。だから、このバラモン教によっては開祖が誰とか、聖典が何とかっていうもので言うと厳密にこれとこれってないわけですよね。キリスト教におけるキリストとか、イスラム教におけるムハンマドとか、そういうことではなくて、アーリア人が持ってきた文化の中で、そういうものができてたという。で、基本的には身分制度を肯定するための、ルールなんですよね。なので、神とか、どうのこうのとかいう以上に身分制度ありきっていうところがバラモンなんですよ。で、このバラモンに使えるためのルールということで、基本的には儀式と儀式を取り行うものというのがバラモン教の基本的なポイントです。ですが、ここで非常に不満がたまりますよね。庶民とか、ものすごい辛いわけですよ。で、バラモンが偉い、選ぶってるだけじゃないか。だんだんと不満が溜まってくる。そう、格差が広がったその後に来るのが階級闘争なわけですけども、その下の身分の人たちのですね、不満というものをなんとか解消しようということで現れるインド史上最初のスーパースターがゴータマ・シッダルタ。ねえ。ブッダでございます。別名、釈迦ですよね。このブッダというのはですね、このバラモンの時代にですね、もともとその、統一のですね、王朝はなかったんですよ。この時、インドにはね。小国が非常に分立している。ね。統一王朝はないっていう時にですね、基本的にはバラモンが偉いという一個の、ね、カルチャーだけで仕切られてたんですけども、このバラモンが偉いってなんとかなりませんかと。ね。庶民なんとか助かりませんかと。いう中でですね、このブッダは庶民を助けようということで、苦しみから逃れるっていう教えをですね、説いていくわけですよね。あたかもそれはですね、ユダヤ教において戒律が厳しい。しかもローマ帝国の支配が厳しい。厳しい戒律と厳しい税金でもう大変だっていう中で、苦労している庶民助けようとしたキリストと同じ。宗教改革者の一人なわけですよ。ねえ。このブッダっていう人はすごいのは、王族の出なんですよね。王族に生まれてるんですよ。ですから身分高いんですよ、この身分制度の社会の中で。そんな中で貧民を助けるために王族辞めるって、そんなことありますか？私は自信がない。私この時代に王族に生まれたらラッキーなんつってですね、もうやったーなんつって、スタートやったーなんつってね、ゴールまで保証されてるって思いそうなもんです。このブッダはすごいんですよ。王族である自分が許せないと。やめます。ね。貧しい人こんな苦しいですね。何が身分制度じゃんつってですね、やめるんですよ。その上で、どうしたらみんなが救われるかなっていう基本的な考え方っていうものを豊かにしようというふうになっていったんですよね。このバラモン教においては神がいて神を取り行うですね、その祭司がいてというですね、そのルールだけがはっきりしたんですけど、基本的にすごくですね、庶民のことを思って宗教の根幹を考えるという、
このブッダが考えたことはすごく大きいことですよね。で、ブッダの考えたのは基本的になぜ人間は苦しいんだろう。こんなに生きるのが苦しい。生老病死って言いますよね。生きる苦しみ、ね、老いる苦しみ、病になる苦しみ、そして死んでしまうという苦しみ、すべて苦しいじゃないかと。なんで苦しいんだろうなと考えた結果ですね、もっとこうなりたいとかですね、もっとこんなことが欲したいとか欲しいとかいうですね、欲望、つまり煩悩、ね、仏教において煩悩って聞いたことありますよね。除夜の鐘ガーン108回打ちまんねん。これなんでですかって煩悩の数です。108多いなっていう、そういうことですよね。109って煩悩プラス1なのかなってわかりませんけども、あれは東急だからですね。煩悩プラス1とかじゃ私の思ってるだけですからね。はい。その仏教における煩悩って非常に重要なんですよ。この煩悩にとらわれてるから人間は苦しい。じゃあどうすれば煩悩から逃れられるのかっていうことで、欲望を抑えて、その欲望から自分を抜け出せることができれば楽になると、これを下脱って言うんですよ。下脱、抜け出るってことですよね。欲望から修行してですね、欲望いりません、欲望いりませんって言ってね、滝に打たれたり、なんか断食してみたり、いろいろね、食欲とかね、うわーとかね、なんとかの欲っていっぱいありますよね。もっとモテたいとかね、女人禁制とかね、異性と交わるべからずってね、断食するってね、欲望をこうね、コントロールしてね。でも、このブッダがすごいのはですね、実はですね、そういう考え方をするっていう人は他にもいたんですよ。仏教以外にもジャイナ教っていうのが現れまして、このジャイナ教っていうのは、この仏教よりももっとエクストリームなんです。もっと激しかったんですよ。ね。欲望あるから苦しいよねっていうところまでブッダと一緒。だけど、その後ですね、ブッダは、でも欲望なくすことはできないよねと。だから適切にコントロールしよう。満足するようにしようと。ね。ほどほどで満足するたるを知るということにしましょうということですね。ちょっとは食べるけど食べ過ぎないとかね。煩悩はあるけどちょっとこうするとかね、我慢するということでやってったわけですけど、このジャイナ教はもっと厳しいんですね。もう食べるなとかですね、もう物を持つなとか、ミニマリストの中でもですね、全部捨てても引っ越したてですかっていうところに住んでる人いますよね。フローリングの上にもうそのまま寝てるみたいなミニマリストと違うっていうね。それ全部捨てろっていうのがジャイナ教。ね。このジャイナ教って今もいますからね。今もインドにいるんですよ。400万人ぐらいいるらしいですね。はい。このインドにジャイナ教不思議なのはですね、すごいストイックなんですけど、ストイックで物を持たないとかですね、所有しないって言った結果ですね、どうなったかというと、物をあんまり買わなくなりですね、消費しなくなってですね、お金持ちになるって不思議ってすごいストイックにも何もいりませんって、無所有ですよ。何も持つべからずって言った結果ですね、わかりました、何も持ちません。一生懸命働きます。お金貯まります。あれお金持ちになりましたっていう謎のジャイナ教っていうね、状態になってるらしいんですけども、このジャイナ教と仏教っていうのが出てきた。これは要するにバラモンっていうものに対して非常に不満が溜まっていたぞという時代なんですね。しかしこれは小国が分立していた。そういう時代でしたと。そんな中で、初めてですね、インドが統一王朝が生まれるわけなんですよ。その名はマウリア朝。ねえ、最盛期の王はアショーカ王というのがいるんですけど、このマウリア朝が成立したきっかけは、なんと今までの授業が効いてくるんですよ。ね。マウリア朝、インドはね、大きいでしょ、人口多いでしょ、小国が分立して、そんな中で身分制度だけでなんとかギュッてやってたんですよ。その中身分制度でギュッとされてるから苦しいなって言ってブッダがね、仏教ありますよ、ね、煩悩から抜け出しましょうって言ってね、みんなを救おうって言ってね、ありがとうブッダとかやってるところに、とある外敵が来たんだよ。その外敵が恐ろしすぎて、インド人集まれってなったの。仲間になろうって、やばいからあっちから来るやつやばい。いや、あっちから来るやばいやつって誰なの？古代において西の方、ね、ヨーロッパの方からうわーって来たとんでもないやつがやってきたの。そいつがアレクサンドロス大王だよね。ヨーロッパから中東をぶち抜いてインドまで行ったんですよって言って、なんてみんなが、うわ、面白いって言ったら、そのインド側の視点から今回お届けしております。アレクサンドロス大王とはマケドニアという小国だったんだよね。アテネとかね、スパルタとかがですね、イケイケで都会でね、マケドニアあんな田舎もどうでもいいよとか言われてた時に、フィリッポスっていうやつがね、フィリッポス2世というやつがね、親父がね、軍事改革をしてね、その長い槍を持ってね、重装歩兵で行け、その中で
迂回して、向こう刺せばいいんだとかね、こっちで引きつけて U ターンしてから相手の王将を取るっていうですね、作戦を思いついたんですね。そしてその子供がそれの王将を取りに行く天才が生まれたんでね、そいつがアレクサンドロスね。なんと、王様が直接相手の中央を叩くっていう、とんでもない大胆な作戦で、アレクサンドロスなんだなあとかって重装歩兵なんてぶっ潰しまよななんか迂回してきますけどほとけどって雑魚だろアレクサンドロスっていうそういうことですよね。アレクサンドロス本体来てるって王将が王将を取ったっていう種類あんま見ないですよね。藤井聡太七段とかねなんとか名人とかね、王将で王将取っちゃうってあんま見ないですよね。王将で王将取っちゃうという有名なアレクサンドロスがインドまで来てるんだ。インドまで来てるよアレクサンドロスが怖いよでマウリア朝成立です。そういうことなんだっていう。インドビビってたんだって。あの時インド側の視点立ってなかったよね。インド側どう思ってたんだろうみたいなね。アレクサンドロスね、インドまで来てですね、つって、お前ら、あれとかって疲れてない当たり前でしょね、インドですよ、ここ。でも帰るかつって帰るっていうね。そういう感じで、どうやってインドって守られたと思ったんですけども、インド側に立ったらすごいガッチガチですね。アレクサンドロス来んなーってやることですね。大王朝ができてですね、マウリア朝じゃーってなってる時にですね、帰ってったと。面白いですね、インド側からの視点ね。で、このアショーカ王っていうのは非常に名君だったと言われてるんですよね。なぜかね、この国を大きくして、大きい人口をまとめなきゃいけないという時にですね、大事になってくるのがルール作りなわけですよ。どうにかしてみんなの心を一つにしたい。ね、それまでね、別のチームがね、わーなんつってね、もうそういうね、野党の連合とかもまとまらないでしょね、私はこう考える、俺はこう考える、俺だってこう考える、よし、いやもうバラバラだだってね、全然ちょっとまとまりませんね、とこうなる普通ですよ。ね、会社だって合併したってすぐうまくいくわけじゃない。ねえ、その、暴走族とかチーマーだってね、大連合を作ってやらせとか言ってもね、なかなか言うこと聞かないね。なんか一個のルールとか考え方、なんかいいのないかなーってアショーカを考えた時にですね、あったやんってなったのがなんと仏教だったんですよ。仏教使えるぞ。なんでかというと、仏教にはですね、ダルマっていうですね、倫理的な教えがありまして、そこにはですね、お父さんお母さん大事にしましょうねとかね、生き物を殺しちゃいけませんよとかね、基本的なルール、道徳っていうものが含まれてたわけですよ。これやん、めっちゃまとまってますやんということで、仏教だー言って大きく国をまとめた。これなんか似てません？日本でもありましたよね。飛鳥奈良の時代ですよ。聖徳太子とか、物部氏とか、蘇我氏とかやりましたよね。あの頃、仏教っていう新しい考え方を持って国を治めようってなって。国を治めるのに仏教はなんか使えるらしいってなって、日本も仏教を中心として日本をまとめていこう。それでみんなで大仏を拝んだりとかですね、国はこれですね、鎮護国家に使っていくっていうことを日本もやってたんですけど、それよりはるか前にそれを聖徳太子ってたのがアショーカ王なわけですよ。ね、仏教ええやないかいということで仏教を公認したんでね。このことによってブッダが広めた一個の考え方っていうのがインドのね、大きい教えになった。なので、これはヨーロッパにおけるですね、コンスタンティヌス帝っていうのがね、ローマ時代いまして、その時代にですね、そのローマ神話っていうのは多神教でしたからね、基本的にギリシャ神話の流れを組んでですね、ゼウスがいて、エルメスがいて、みたいな感じでですね、いろんな神々の物語を紡いでいくっていうのがこれ多神教なわけですけど、このギリシャ神話の流れを組んだローマ神話がベースなので、キリスト教ね、ユダヤ教から流れを組む一神教、たった一つの神、見えない、もう、しかも偶像崇拝も禁止、もう神はこうっていう、もうビジュアルなしって言ってね、そういう神がただ一つってやる一神教は相入れなかったので、否定されて弾圧されてたんですよね、最初ローマ帝国からね、キリスト教。ですが、キリスト教がだんだん増えていったことによって、これはもう利用しないといけないな、国を治めるにはキリスト教を OK にしなきゃいけないなということで、コンスタンティヌス帝っていうのが、基本的にはそのキリスト教を公認したっていうところから、大きく広まるわけですけども、そのインドにおけるコンスタンティヌス帝と言われているのがこのアショーカ王なんですよね。仏教の公認という大きい仕事をしたと。その上で仏教っていうのはその聖典とか経典とかね、もうチリチリになってたわけですよ。ねえ、ブッダが死んだ後のその骨をですね、何個かに分けてですね、仏舎利みたいにしてですね、それをもっと分けてとかね、教えもバラバラになったの、仏教を集めろと言ってね、わーって集めて、その経典をですね、集結させるということもやってたわけですよね。そんな中、そのアショーカ王の後のカニシカ王、クシャーナ朝というのが立ちます。はい。
このクシャーナ朝もですね、言ったらですね、その横のつながりでですね、お隣の中東とかヨーロッパとか中国とかと非常に交流があった時代となります。このクシャーナ朝の時代にはですね、交流が非常に盛んだったのがお隣のパルティアの時代なんですね。パルティアとかササン朝、ペルシアとか、あの辺りの時代。そのパルティアとですね、交流してたのが共和制ローマですから、ローマ、中東パルティア、で、ここのクシャーナ朝があって、向こうには五漢があるという。漢ですよね。漢の五漢があると。で、大きい国が、比較的安定してできてきた時代に、4つのですね、そのエリアが、陸上でですね、交易を始めてくる。それは何か。シルクロードですよね。シルクロードによって交流が始まるよ。それが、マウリア朝の後のクシャーナ朝です。だから小国が分立しているところから大きくなりました。大きくしたのは何ですか？宗教でしたよね。つまり人は集まれば強くなる。しかし一つのストーリーを共有しなければ強くなれないという。ね、サピエンス全史っていう授業を私やりましたよね。サピエンス全史によって人類というのは言葉、ね、これを使えるようになったことでコミュニケーションができるようになった。文字を残せるようになったことでその文字、コミュニケーションを、代々受け継げるようになった。さらにはその文字でストーリーを編み込むことによってもう自分たちが覚えれないような隣の町の人たちとも同じストーリーを共有できるようになったことで親近感が湧くようになった。これが宗教のパワーですよね。基本的には誰かが言ってたからとかいうその誰か何々先輩ってすごいんだぜとすごいよなね誰々パイセン知ってるかね誰々パイセンが言ってたことあれはさやべえよなとあの人かっこいいしやべえこと言ってるから正しいから信じようぜって言ってる誰々先輩って他の村とか学校では通用しないわけじゃないですか。ところがあの人すごいよなっていう話が隣の町でも通用するようになったら話が早いわけですよ。それがブッダでありキリスト教における神であったり、ゴッドだったりしたわけですよね。そういった隣村でも信じてるもん一緒じゃん。じゃあ仲良く、話早いですね。教会行ってお祈りするっていう風習一緒ですか？じゃあ仲良くしましょうと。いうふうにキリスト教圏とはどう広がっていく。仏教圏広がっていく。そういうふうにですね、大きくなっていったことによって、政治生命体が安定して交流するようになった。クシャーナ朝の時代でございます。そのカニシカ王の時代でですね、仏教カニシカ王も保護するようになります。その上でですね、この交流の結果生まれたもの、これがですね、ガンダーラ美術。面白いんですよ、これが。ねえ。その一個前のマウリア朝の時にね、そのアレクサンドロスがうわーってインドまで来たことによってヘレニズム文化ってね、そのヨーロッパのものとですね、中東のものが混ざったなんていう話がありましたけれども、このクシャーナ朝ではですね、シルクロードによって中国、インド、中東、そしてヨーロッパでうわーって混ざったでしょ。結果どうなったか。面白いんです。このガンダーラ美術っていうのは、仏教美術なんですけれども、なんと西洋の流れが混ざってるっていう仏教美術なんですよ。どういうことか。仏像の顔が西洋っぽいって言うんですよ。面白いですよね。鼻が高い仏像っていうね。あんま想像したことないですよね。のっぺりとしたアジアっぽい顔の仏像を我々想像しますけども、彫りが深くてですね、まるでギリシャの彫刻のような仏像なんていうのがですね、この辺りで出てきてるっていうのが、まさにですね、陸上交易が発展したんだよという、このクシャーナ朝の時代を表しているというお話なんですね。そしてその後、また大きな転換点が生まれます。仏教の時代が変わるんです。それがグプタ朝の時代でございます。このグプタ朝を作りましたのはチャンドラ・グプタ一世。そして最盛期を迎えたのがチャンドラ・グプタ二世の時代でございます。このチャンドラ・グプタが作ったグプタ朝。このグプタ朝の時代に何が大きく変わったかというとですね、仏教がですね、メインストリームの時代が終わってですね、バラモンが復活するんですよ。バラモンバージョン2。それがヒンドゥー教です。来ました、ヒンドゥー。ね。バラモン教の時代にはですね、一応神っていうのはですね、一番偉いのはですね、雷神インドラっていうのがいたんですよね。雷を落とす神が一番偉かったんですよ。これはギリシャとすごく似てるんですね。ギリシャのゼウスっていうのも雷を落とすって神ですよね。この雷を、イカズチの神が一番偉いんだっていうのは一体どういうことかというと、人を恐れさせる意味があるわけですよ。うわー何かあったらバーン雷がね、雷は古代の人にとっては怖かった。今の人にとって怖いですよね。
避雷針があるから信じられるんですね。避雷針あるよとかね。この建物丈夫だよなんて言うからいいですけど、建物もろくにないし、屋根も特にないし、避雷針もないっていう時代の雷想像してみてください。怖いんですよ。しかもなんで落ちてくるかの解明もできてないんですよ。なんでこんなに雷でとか、バーン時々木が燃えたりですね。誰かがなんかね、その感電して死んだりとかしてたわけですよ。あれは天罰じゃ、ね。雷神が起こっとるとか言ってですね。偉い人が庶民を恐れさせるために考え出されたこの雷神なわけじゃないですか。つまり、権力者に都合がよくですね、庶民を恐れさせることができたのが最初、雷の神だったということで言うと、古代雷神がものすごく強い位置にいたというのはわかりますよね。ですが、この雷神だけではですね、人気が出なかったわけですよ。ね、ブッダっていう優しい人が出てきたことによって、うわ、優しい考えって、シッダルタ好き、ゴータマシッダルタ好き、ね、ブッダ好き、釈迦好きってこうなっていったわけですよ。そんな中ですね、バラモン。いやー、ブッダもいいけどさ、ね。でもバラモン教便利だったよなと。何が便利って身分制と合致してるんですよ。このですね、大量にですね、人間がいると、ワントップとかピラミッドっていうのが非常に重要になってくる。中国においては、ワントップを強烈に置き続けるという皇帝カルチャーによって、ぐーって国民を、膨大な量の国民をコントロールするという皇帝というやり方を取りましたよね。インドにおいては、この膨大な人口と膨大な土地を何とかしなきゃって言ってガッてやったのがその身分制だったんです。ピラミッド。ワントップとかピラミッドっていうのは、大量の人間をコントロールする上で不可欠の仕組みだったんですよね。そのピラミッド使いたいなーってなった時に、バラモン教人気もう一回取り戻せないかなということで、バラモン教は人々にですね、信じられていろんな民間伝承のものをですね、吸収してたんです。なぜ吸収できたか。多神教だからなんですよ。多神教っていうのはですね、たくさん神々がいるから、土着の神々とともにですね、増えて拡大するっていうアメーバ状にですね、膨らんでいくっていう特徴を持ってます。ギリシャ神話で言うと、ゼウスっていうのは、とんでもない浮気者だって聞いたことありません？ねえ、あの女神とも、この女神ともいろんなことしちゃってるっていうね。ダメじゃない、ゼウスと。全知全能とか言ってるけど、とんでもいろんなとこ手出しちゃってんじゃんって、あれね、そもそもゼウスすごい浮気者にしようって誰かが考えたわけじゃないんですよ。ゼウスっていうものが一番偉いってなった時に、人気のあるストーリーを全部ゼウスに書き換えてったわけですよ。民間の。これいいな。このお話もいいじゃん。でも、こいつすごいかっこよくて、ゼウスより人気出そうだな。ダメ、ゼウスだ。これもゼウス。こいつもゼウス。こいつもゼウス。いろんな英雄譚を、ゼウスの生まれ変わりとか、ゼウスが変化した変身体にした。全部ゼウスって話ですよね。だから人気アニメのキャラクター全員僕っていうことですよね。あれ俺の話でんねんっていうね。呪術廻戦私の話でんねんみたいなね。全部は僕ですよみたいなね。ワンピースの主人公も僕の高校時代の話ですとか言って。あ、そうなのだって呪術廻戦は俺の大学時代の話ですとか。すごいねとか言って、そういう風に主人公を全部こいつってやったのがゼウスなわけですよ。そういう形でインドでできたのがヒンドゥー教。ヒンドゥー教においてそれを役割を得ているのがビシュヌっていうですね、維持の神ってやつでね、キープの神なんですね。優しい神ビシュヌはですね、特徴がですね、あらゆるものに変身して、いろんなストーリーの主人公にビシュヌが変身してなってですね、あれもビシュヌ、これもビシュヌってやつですよね。ビシュヌの他にもですね、破壊と創造の神シヴァとかですね、全知の神、ブラフマーとかですね、ブラフマー、シヴァ、ビシュヌっていうですね、いろんな神ね、スリートップ体制でやってるんですけども、特にビシュヌがいろんなものになるっていう意味で言うと、ギリシャ神話のね、ゼウスとかと同じ役割をしてるんですけども、なんとこのビシュヌ、ずるいなーって私が言うのもあれなんですけど、ずるいなーそれって思うのはですね、なんと仏教、ずっと流行ってましたよね。マウリア朝、クシャーナ朝保護されてましたよね。その間、ヒンドゥー教っていうのはあったんですよ。ヒンドゥー教の目となるバラモン教の名残っていうのがあったんですよ。でも、アンチバラモンとして始まったのが仏教でしたよね。ですが、なんとバラモンはですね、その後いろんなものを吸収してですね、2.0 になる中で、ブッダっておりましたやろ。仏教の、あれビシュヌでんねんって言い出したら、ライバル取り込むっていうね。アンチバラモンだったブッダってビシュヌなんすかって言って、それがヒンドゥーです。バラモン 2.0。ヒンドゥーはブッダをも含んでるんですわって言って、それやったらって言って仏教徒もですね、ヒンドゥー教に溶け込んでいくという。すごいことをやるんです。このグプタ朝の時代にね。そうしてバラモンと仏教が溶け込んで、
吸収合併してヒンドゥー教というのがですね、このインドの主流になるわけですよね。このヒンドゥー教においてですね、じゃあ聖典は何なのってね。教祖は教祖はだからいないわけですよ。バラモンの時からわからないアーリア人が持ってきた身分制度に端を発したいろんな神々民間伝承をどんどん吸収していったものがまずバラモン。それにアンチとして出てきた仏教をも取り込んだのがヒンドゥーというですね、すごいことですよね。そのヒンドゥーの聖典はその土地、その時代にできた文学作品を聖典やって言い出したわけですよ。吸収したんですよ。大人気文学、それがラーマーヤナ。はい、これ YouTube 大学でやらせていただきました。私これのですね、勉強のためにもう一回見直したんですね。面白い。天才かなこいつと思いましたね。私じゃないですよ。ラーマーヤナを書いた人ですよ。でもめちゃくちゃ面白いんですよ、これが。ぜひね、この授業でですね、興味持った方はこの動画もね、概要欄に貼っとくんで見ていただきたいんですけど、インド神話のね、ラーマーヤナ、もしくは、または、プラスですね、マハーバーラタ。ね。ラーマーヤナ、マハーバーラタって言われても、ちょっと何のこっちゃわかりませんけど、ラーマーヤナというのはですね、ラーマ王子の物語っていう話なんですよ。これ簡単に概要を説明するとですね、スーパーマリオ桃太郎なんですよね。どういうことって全然違う話じゃないですか、中田さんということなんですけど、スーパーマリオといえば何ですかと、クッパにピーチ姫さらわれて、兄弟で、ちょびひげ兄弟がマリオとルイージで、助け出せっていう話じゃないですか。この魔王に姫が連れ去られて、兄弟で助けに行くっていうのがラーマーヤナなんですよ。でも桃太郎言うてましたよね。そう、それどこにって、その助けに行くのが島なんですよ。ランカー島っていうインドの南のスリランカあるでしょ。要するに、インドの南のスリランカ島にですね、助けに行くんですよ。兄ちゃんと主人公のラーマ王子と、その弟と猿と鳥で島に行くんですよ。桃太郎やないかいと。ね、スーパーマリオ桃太郎って私言いましたよね。スーパーマリオの形式でありながら、その味方と行く設定は桃太郎なんですよ。確かに思いましたよね。桃太郎が桃から生まれたパカーン。うわー、それどういうことおばあちゃんがこういう桃を持って帰ってくる人がわかりませんって。でもそうフィクションなんでしょうねって思った。その次にね、団子を与えたもう味方が犬猿キジて、おいってね、もう村のもうちょっと力持ち連れてけよっていうね、なんで犬連れてくんや、猿連れてくんや、キジ連れてくんやって思いましたけど、あれは実はとてつもなく強い猿と鳥だった可能性が高いんですよ。ラーマ王子と弟はですね、猿のですね、英雄ハヌマーンっていうのとですね、鳥のですね、神の鳥、ガルーダってのが出てくるんですね。ガルーダってのはですね、もうかっこいい鳥なんですよね。もう神の鳥ですからね。ものすごい頼りになるガルーダという神の鳥とですね、ものすごい強い猿ですね、ハヌマーンと共にですね、島に行くんです。ね。でもここで面白いのは、このものすごく強い猿っていうのはですね、もう空も飛べるし、大きくなったり小さくなったりする。これ何ですか？これ孫悟空ですよ。このラーマーヤナという話は、西遊記の孫悟空のモデルにもなったのではないかというふうにも捉えられるし、その後日本に来たらそれは桃太郎になったのではないかと、その上でその設定はスーパーマリオになったのではないかということで考えれば、もはや中国と日本はインドなんです。China and Japan is India というですね、例文を書きたい。ね、何ですかこれは。こういうことですね。ラーマーヤナ知りませんか？そういうことですよね。なんともうそういうですね、もう原点となったお話なんですよ。面白いですよ。ラーマーヤナもうちょっとだけ話させていただくとですね、もう猿がですね、もう飛んでですね、その弟のルイージがですね、またお兄ちゃん、弟、鳥と猿ですから、桃太郎になるとき、弟が犬にさせられてる可能性が高いですね。それはもうどうでもいいんですけど、その弟ルイージ役がですね、その相手の魔王のですね、息子。ねえ、インドラジットっていう息子がいるんですよ。ねえ、魔王のとこまで行ってね、おら魔王こら来たぞこら姫返せこら言うたらですね、まずは副将戦だっすね。まだお前俺と戦うの早いよっつってね、うちの副将がいるよインドラジット行けっつって、バカったよ父さんとか言ってね、俺がやっちゃうインドラジットっていうのはね、インドラって雷神インドラをもうね、の名前から来てるんですよ。雷神殺しっていうね、インドラをも倒すというですね、雷神殺しが来るんですよ。うわー、雷神殺しいけなんですね。で
息子がうわー行くんですね。それでルイージが兄さん俺行ってくるわっつってボコボコにされるんですよ、ルイージが。ルイージ死にかけた言うて、インドラジットに殺されかけてる、どうするってハヌマンがですね、神様にお願いします。ルイージボコボコにされてんだよ、助けてください言うたら、もうヒマラヤの山頂にある薬塗れ言うて、ヒマラヤですかって、スリランカからヒマラヤめちゃめちゃ遠いんですよ。スリランカトゥーザヒマラヤ、だいぶ時間かかりそうですけど、いやあかん、もう一日以内に塗らんともう、ルイージ死ぬで一日ですか俺じゃなかったらダメな時だったよとか言って、それすごい飛ぶのね。ハヌマンがうわー飛んで、そのヒマラヤの山頂まで行って、どれや雑草ばっかりやねんかこれ全然区別つかんぞこれどれが薬の草やこれもう一日しか時間ないのにこれせっかく飛んできたのに持って帰ったこれ違いますって言われたらもう無駄掘りやもうどうしても全部持って帰ったのかな全部持って帰るのできるかなできるって巨大化してですね山の山頂をスパーン切ってこうやって持ってくるんですねアポロチョコ違うぞっていうねアポロチョコのここのイチゴのとこだけ先食べよう違うぞこれスパーンとこうやって持ってくるんですウーバーイーツ何ですかこのピザこれだけ持ってきた言うてねそれでルイージ助かったらしいですわってよう見つけたなと思いますけどね山頂持ってきたってってこれだ言ってねわーんって治ったっていうねそういう面白い話なんでぜひ見てくださいこのヒンドゥー教のラーマーヤナに面白いでしょつまり身分制度を納得させるためにですよこのヒンドゥー教ってありとあらゆる面白い話を取り込んで人気を獲得してたんですよすごいですねこのグプタ朝の時代そんな中ねヒンドゥーは仏教を取り込んでいったその次の時代にバルダナ朝というのが起きてハルシャ王というのが出るんですねハルシャ王はハルシャバルダナという名前ですよねチャンドラ・グプタのグプタ朝、ハルシャ・バルダナのバルダナ朝ということで、名字と名前みたいなものなんですよね。そのバルダナ朝のハルシャ王というのはですね、基本的にはヒンドゥー教のシバがですね、好きでですね、シバ信仰があったんですけども、それに含まれている仏教深いなーってだんだん思い出してですね、仏教面白いなー言って、その後半はですね、仏教に傾倒して仏教の保護にもね、努めていくわけなんですけども、そんな中、重要人物が訪ねてきます。どっちから中東との関係をずっとやってきましたよね。ですが違う。中国から今度お客さんが来る。玄奘というお坊さんなんですね。この玄奘というお坊さんはですね、経蔵、なんとか蔵、論蔵みたいなですね、3つのですね、お経を全部ね、知識として詰め込んでるよという、ね、そういうですね、立派なお坊さんがですね、本場の仏教を習いに、インドまで訪ねてくるんですね。3つの像を収めた偉いお坊さん、三蔵法師僧。三蔵法師西遊記のモデルとなったですね、玄奘というお坊さんが来るのがこのハルシャバルダナのバルダナ朝の時なんですよね。面白いですね。先ほどはですよ、ラーマーヤナが西遊記のモデルになったんじゃないかと思ったら、その次の王朝です。その西遊記のモデルになったですね、玄奘というお坊さんが訪ねてくるわけですよ。もう、インドと中国っていうのはこの西遊記、仏教っていうものにおいてこんなに交流があったんだと想像できてましたでしょうか面白いですよね。この玄奘という三蔵法師、どこから来たか唐から来たんですね。唐っての大きい王朝でしたよね。隋唐五代ってね、隋の後ですよ。遣隋使の後、遣唐使ってね、日本は遣唐使ね、菅原道真が廃止しよう、白紙に戻そうって言って、白紙に戻す遣唐使の、遣唐使って言って、日本はですね、唐に向かって、それを行って、派遣して、勉強して帰ってくるっていうね、仏教とか学んで帰ってくるって、日本は中国に仏教とか新しいカルチャーを学んでたんですけど、唐からはインドに学んでたわけですよ。ねえ。で、インドではその仏教をも取り込んだヒンドゥー教というですね、もう最強の多神教が完成してたんですよね。これすごいことですよ。要するに一神教っていうのはね、ユダヤ教に端を発し、一つの神しかいない、その神を信じれば我々ユダヤの民は救われる。これが先民思想をかける一神教、ユダヤ教ですよね。それがユダヤの民族はっていうのを取り除いたのがキリスト教だったわけです。ところがこのキリスト教ね、どの民族も関係ありません。隣人を愛しましょう。隣人を愛しましょう。言ってたわけですよね。みんな平等ですって言ってたのがキリスト教ですが、ヨーロッパを中心に栄えている間に、その数百年後に中東で
その次の預言者が出た。それがムハンマドだったわけですよね。そしてそのムハンマドが最後の預言者と言ってですね、モーセの教えも、ね、モーセの戒律も、キリスト教のね、そのキリストの教えもいろいろ経ての私ということで、最後の預言者ムハンマドというのが出たんですけど、キリスト教として許せないわけですね。ちょっと待ってくださいとかね。最後の預言者ちょっと聞き捨てなりませんと。もうキリストで終わってますけどということで揉め出すという。一神教はですね、非常にワントップなので、中はまとまりやすいんですけど、混ざりにくいんですよ。ところが多神教っていうのはですね、中をまとめることはなかなか難しいんですけれども、どんどんとですね、増殖していて、吸収していくという作用があるんです。このヒンドゥー教がすごいのは、中をまとめるという身分制度は別に持ってるところですよ。カースト制度という身分制度を外付けで持ってて、中は多神教なんですよ。そういう作りがキリスト・イスラムの争いとは全然違うものですよね。なので仏教も中に取り込んでいったと。その仏教を学びたくて玄奘がやってきた。これも面白い話なんですよ。ね。三蔵法師やってきてですね、ハルシャ王とね、勉強させていただきます。ハルシャもね、非常に名君ですからね。仏教ね、学びに来たのいいじゃないと。ね、うちはね、ヒンドゥー基本にやってて、その中に仏教がね、今もう混ざり溶け込んでる感じなんだけど、仏教好きなんだよね。で勉強してくれて嬉しいよ。ね。で、ちょっとお話ししようよね。中国から来たんでしょ。唐っていう都があるんでしょ。で、唐っていう王朝があるんでしょ。そうなんですと。わー話したらですね、めちゃくちゃ頭いいんですよ、三蔵法師が。君めちゃくちゃ優秀やんと。嬉しいと。こんだけ高いレベルで話せたのは私嬉しいです。インドとして最高のおもてなししたいって言ってですね、象を出せって言ってですね、象をですね、おめかしした象が出てくるんです。ドーン、ジャーン、ジャーン出てきてですね、パレードしようって言うんですね。三蔵法師君乗って。もうこんな最高の友達できたんだから、見せびらかしたいからパレードしようって言ってですね、装飾した象に乗ってですね、街を練り歩こうって言うんですけどね、いや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 ってね、三蔵法師ってのは、その煩悩を捨てるということを研究するために、ここのね、ガンダーラ、天竺、ね、インドまでたどり着いたわけですから、たどり着いたー言うて、ものすごい、うわ、どんちゃん騒ぎしてるわけじゃないんですよ。煩悩まみれやないかいっていうことですね。どこで何しとんねんね。ものすごい、修行に参りましたって、修行に参りましたかすごい君優秀やね。よし、パーティーしよう。うわー、ドンペリ開けちゃいますじゃないね。パーティーしてる場合違いますよって、僕乗りません、象にって、君真面目やねって。でももう象用意してるんですよ言ってですね、そのハルシャ王はですね、収まりがつかずですね、なんとか象に乗りません乗りませんわかった最終どうなったかですね、その三蔵法師が着てた袈裟っていう服ですよね。袈裟だけ乗せて練り歩かせるってね。そんなパレードあるっていう。ただ今ですね、表参道をですね、大谷翔平選手の、ユニフォームを乗せた車が通っております。うわー、翔平ショータイム言えない。盛り上がりづらい。それ、ユニフォームだけ乗せてのパレード、難しいよ、それね。その、横綱の回しとか、それ難しいって、それは。でも三蔵法師の袈裟だけ乗せた像がブワー練り歩いたって、そういうお話が残ってますね。ところがこのハルシャ・バルダナっていうのはですね、非常にね、気前のいいね、王様だったんですけれども、後継者を決めれなかったんですね。これよくありますね。非常に優秀な人ですね。あまりにも優秀だからですね、次を見つけれないわけですよ。次おらんなと。ね。で、ハルシャが死んだ時にですね、その後継者を決めてなかったもんで、急速に分解した。その後どうなったかというと、もう大分裂時代ということで、ハルシャ亡き後ですね、後継者決まらんなー言うて分裂が300年続きます。長くないあたふた長くないあたふた300年してた江戸丸々っていう、江戸時代15代で治めた300年江戸が続いたのはね、やはり日本としてはすごいで、300年ずっとインドをわたわたしてたって。ハルシャの後どうするってずっとわたわたしてた。そんなわたわたしてた時に、中東で大革命が起きてるわけですよ。中東で何が起きてるか。中東で一神教 3.0 が生まれてたんでね。そう、ムハンマドが起こしたイスラム教が中東を完全に席巻し、イスラム教を中心とした国が一気に増えてたんだよね。そのイスラム教を中心とした国っていうのが流入してきて、ガズナ朝とかゴール朝っていうのができるんですよ。インドにも。でもそれはですね、要するにヒンドゥーオンリーの時代に終わりを告げるですね、新たな宗教文化が生まれてきたと。
そしてこのイスラム教はですね、その国家としてのまとまりを作るのにはとても便利だったわけですよね。なぜなら一神教だから。一神教はですね、要するにピラミッドを作って、その内側でギュンって固まるのにね、とっても都合がいいわけですよね。あの神もこの神もなんて余地はない。だってね、そうですよね。その、ハルシャ・バルダナだって、シバのことが好きだったわけですけど、ブッダいいじゃないってなったわけです。移り気、心変わり、してますよね。でも、ないんですよ。俺はシバ派、私はビシュヌ派、ブッダもいいよね、なんていうことはない。アッラーしかいないんですよ。アッラーの前には皆平等である。ね。よし、もう、この一個のワントップ、いくぞ。これが強いわけですよ。中央集権体制を作るのに、とても重要な、このイスラム教。ね、これがガズナ朝、ゴール朝と作っていた。そんな中で、トルコ人がものすごい、中東でですね、幅を利かせるという時代がやってまいります。それがセルジューク朝だったんですね。そのトルコ人が作ったセルジューク朝がですね、トルコ人というのは基本的にはですね、その体格にも優れてて、非常に強かったそうなんですよ。さらにそのトルコ人のそのハードウェアにですね、イスラム教が乗ったことでですね、無敵状態を誇り、あのエルサレムを独占したのがこのセルジューク朝の時代でしたよね。で、十字軍が、なんつってね、遠いのにって言って、今日ローマ教皇が最強の、ヨーロッパはローマ教皇最強の時代ですからね。はい。中東はですね、イスラム教最強の時代になってまして、それでインドはというと、あたふたしてたんですよね。ヒンドゥー教でまとめようとしてたトップが、仏教いいかもなんて言ったらですね、中国から仏教教えてくださいって三蔵法師が来てですね、君いいねとか言ってですね、バレードしようよとか言ってですね、いいですわー言ってたら、あとですね、うわーなくなってですね、後継者決まらんなったらですね、みんな300年あたふたしてた。ヨーロッパはキリスト教でガッチガチに、ね、固まってたんでね。要するにその宗教というソフトウェアがですね、圧倒的な力を誇ったのが中世なんですよ。ヨーロッパにおいてはローマ教皇最強時代、そう。カノッサの屈辱ですよね。皇帝すら雪の中裸足で、すいません !3 日間謝らせたというですね、劇的ブラック部活ですよね。すいませんすいませんって言ってですね、雪の中3日未満皇帝が謝ったあのカノッサの屈辱。ローマ教皇最強時代にイスラム教をインストールした屈強なトルコ人がですね、エルサレムをですね、独占したんですよね。それに対して、はい、カチンときました。ローマ教皇としてはもう全員おいでって言ってね、もう全国を行っちゃいなさいって言って、イギリスの王様もフランスの王様も全員出陣って言ってですね、うわーなんてリチャード一世とかうわーって攻めていって、ね、それでサラディンと戦うとか、それやってました。そのね、トルコの時代に、トルコからですね、出てきた奴隷がインドで王朝を作るっていう、すごくないですか？奴隷王朝という名前なんですよ。すごいですよね。でもこのトルコ人の元奴隷、アイバクというのがですね、このインドで王朝を立ち上げるという、とんでもないことをやるんですけども、このトルコ奴隷というのはどういう奴隷だったかというと、戦争のための奴隷だったわけですよね。なので軍事訓練を受けてたんですよ。ひたすら軍事訓練を受けて、その戦うためだけの奴隷とさせられてたんです。ところがこのアイバクがインドに活路を見出して、俺はもう奴隷じゃない。俺が王になるって言って作ったのが奴隷王朝なんですよ。すごいですね。トルコ人の時代でございます。つまり、このトルコっていうのがいかにですね、すごい強いポテンシャルを持ってたか。というのが、このインドにまで来たよというところでわかる。ね。しかしこれガズナ朝、ゴール朝、奴隷王朝って全部イスラムの王朝なわけですよ。インドは長らくしてこのイスラムというものが、この上のですね、要するに中東側から来た人たちによって、トップっていうのがですね、もう決められた。だからその国民の9割はまだヒンドゥーなんですよ。でもヒンドゥーでうまくワントップで支配することできなくて、イスラムのソフトウェアで支配しながら、みんなが信じてるのはヒンドゥーってことなんですよ。支配階級だけイスラム、そういう時代でした。そんな中、このイスラム最強帝国がインドに出来上がります。それがムガール帝国。来ましたね。ムガール帝国、これは面白いんですよ。これムガール帝国は一体何をインストールしたかというと、最強のソフトウェアとして中東から持ってこられたイスラム教。それとですね、なんと、モンゴルのハードウェアが乗っかったんですよ。屈強のモンゴル。13世紀はモンゴルの時代。そう。
チンギス・ハンのモンゴル帝国というのは我々の想像を絶する領土をユーラシア大陸全土にわたって取ったという鬼のような国なわけですよ。モンゴル相撲なんて言ったらですね、すごいですよね。モンゴル出身の横綱がどんどん出てくるぐらいモンゴルってのはタフなんですよ。遊牧をしながらしかもものすごい筋肉あるチンギス・ハンでございます。チンギス・ハンはあまりにも強すぎてですね、中東においてサラディンがですね、うわーサラディンいましたよね。アイユー部長で十字軍来たぞとか何回来るんじゃこらー言うてですね、サラディンがうわーやって捕虜をですね、その向こうのねリチャードとかはですね、捕虜殺すぞーとか言ってですね、身代金よこさなかった捕虜殺すぞーってイギリスが言ってる間にですね、サラディンはですね、イギリスの捕まえたヨーロッパからの捕まえた捕虜にですね、お金持って実家帰らせるとね、あいつええやつやないかいっていう本物の英雄サラディンやーの次の時代ね、その次の時代、イルハン国っていうのができるんですね、急に。中東に。イルハン国。なんでって。このイルハンっていうのはですね、イルハン国はですね、チンギス・ハンの孫、フラグが作ったんですね。どこまで来てんのっていう。チンギス・ハンってその中国を元にしただけじゃないんですよ。全部行ってんです、ユーラシア大陸。それで中東まで行ったのがイルハン国でしょね。で、日本まで攻めてきて、日本がね、うわー外国から侵略される元寇。ギリギリ神風がとかね、うわ防御力がとか海がとか島国でとかなんとかなったでしょ。陸続きのユーラシアひとたまりもなかった。チンギス・ハンのですね子孫たちが強すぎるんですよ。うわーね、このイルハン国っていうのができたその中東ね、その次にティムール朝っていうのができて、ティムールっていう異常な鬼武者がね出てきたんですね。鬼武者っていうのは傷だらけの戦士ってことですよ。ティムール、鬼武者ティムールっていうのはですね、なんとその後ですね、インドを越えて中国の民まで攻めに行ったっていうね、やめてっていうその荒くれ者が続いとるよねという、この今なんでこんなに脱線しているかというと、このイルハン国とティムール朝というのがこのムガル帝国の、創立に非常に関わってるんです。ムガル帝国初代皇帝バーブル。このバーブルはですね、母方の祖先にチンギス・ハンを持ち、父方の祖先にティムールを持つという異常なサラブレッドだったんですよ。戦闘民族。どういうこと？やめて、混ぜるな、危険は混ぜないで。中東最強の鬼武者ティムールとですね、ユーラシアのですね、皇帝ことですね、チンギス・ハンをですね、おじいちゃん以上、でもおじいちゃんじゃないですけどね、もう300年くらいしてるんですよ。13、4世代上ですよ。300年前の、先祖がチンギスなんですわって。で、数代前の上がティムールですわって。どこ混ぜたんっていうことですね。混ぜてですね。このバーブルってのできたんですね。バーブル。とんでもないですよ。このバーブルが作ったムガール帝国。このムガールというのが一体どういう意味か。ね。チンギスの末裔が作ったムガール、モンゴルから来てるんですよ。ここもモンゴル。なんとモンゴルのパワーとですね、イスラムのソフトウェアを合体させたという、もうクレイジー国家で、とんでもないですよ。一神教最強の 3.0、イスラム教と、チンギスのですね、武力をですね、合体さ、これムガール帝国のバーブルですよ。叶うものか。ムガール帝国。このバーブルなんですね、始めたこのムガール帝国はですね、3代目の時、ね、3代目ムガール帝国の時にですね、名君を生むんですね。その名はアクバル。非常に名君だったんですね。このアクバルはこのムガール帝国がですね、根本的に抱えている問題にですね、直接アプローチしていったんですね。一体何か。それはイスラム教とヒンドゥー教の融合でございます。これは水と油なんですよ。イスラム教とヒンドゥー教。ね。ヒンドゥー教はずーっとね、9割ぐらいのね、もうインドの人たちがうわー信じてるよってなってるにもかかわらず、その1割を持ってきた、ね、そのイスラム教の1割の人たちに支配される王朝が続いてるんですよ。ガズナ、ゴール、奴隷王朝と続いてますよね。ムガール帝国もそうですよね。イスラムなんですよ。このイスラムの教えの方が国家の統治に合ってるわけですよ。ヒンドゥーはあくまでもストーリー。
人気を高めるためのストーリーであって、むしろ身分制度やピラミッドはそのカーストが担ってたわけですよね。この2つのダブル体制というのがうまく噛み合わない時がある中で、イスラムっていうのは一神教でありながら、さらにそれをですね、そのジハードとかですね、まとめるのすごい仕組みができてるわけですよ。ムハンマドっていうのもいろいろと宗教の弾圧を受けましたけども、直接勝って終わった教祖なんですよ。キリストとも違うわけですよね。キリスト教っていうのは弾圧されて処刑されて弟子たちが広めたというですね、迫害されていったという過去を持ってます。ユダヤ教もそうですよね。ユダヤ教も基本的に民族が国家を失って迫害されていったというストーリーを持ってるんですけど、この一神教 3.0 であるとこのイスラム教は、この一神教の 1.0、2.0 ね、ユダヤ教、キリスト教と比べて勝利して終わっているというですね、武闘派一神教なんですよ。この武闘派一神教柔らかなですね、多神教、真逆なんです。一個の神、たくさんの神、偶像崇拝禁止、偶像崇拝しまくり。そうなんですよね。偶像崇拝禁止っていうのは絵とかでですね、トップ神を描いてはならないということで、イスラムの神アッラーっていうのはですね、神にどこにも絵には残ってないわけですよ。その上で開祖ムハンマドの顔すらも残してはいけない。何か絵とか顔とか銅像とかそういうものを拝むのではなくて、形のなき神を崇めようと。これはキリスト教もユダヤ教も一緒なんですけども、キリスト教というのは一時期ゲルマン民族大移動、多民族いました。その上でもっと信者増やさなあかんということで、言語のないところで増やすにはもう喋りじゃちょっと追いつかへんで言ってですね、キリストの絵とかマリアの絵とか絵を描き始めるんですね。そしてそれをキリスト教美術として花開いて、もうなし崩し的に OK になってるんですよ。でもイスラム教は厳格にそこは偶像崇拝禁止なんです。ですが、このヒンドゥー教というのはもうビシュヌの絵、シバの絵、ブラフマの絵いっぱいあります。そしてその美術と面白さで人を引きつけてきたという真逆なんですよね。そしてこのヒンドゥー教の方はですね、カースト制を内包しています。つまり身分制度っていうものをありにしています。こっちのイスラム教は神だけが偉いんです。アッラーだけが偉くて、それ以外は全員平等です。全部が違うんですよ。真逆のソフトウェアなんですよ。これを混ぜると至難の技なんですね。どうするかなと思って、イスラムは非常に厳しいのはですね、他の宗教に厳しいんですね。なのでイスラム教はですね、他の国を制圧したらですね、その他の宗教をやってる人には重税を課すんです。イスラム教は税金を割り引きますよ。そうすることによってこっち来ませんかっていうこともやるわけですよね。はい。これをですね、ジズヤという人頭税と言われるんですけど、他宗教をやってるんだったら、その人に対して税金かけますってやり方。これをアクバルはやめたんです。そして、自分はイスラム教なんですけれども、ヒンドゥー教の奥さんを取った。ヒンドゥー教の奥さんを取り、ヒンドゥー教の人たちに税金をかけるのをやめることによって融和を図ったということなんです。これが非常に、絶賛されてるわけです。この難しい難所よくやったねと。ね。で、我々の感覚からするとね、奥さんね、大事にしてくれないやろうと思うんですけど、300人取ったっていう。奥さん300人取ってます。どういうこと？もうヒンドゥー教の妻取るって言ったらですね、もうみんながじゃあもううちの娘よとか言ってですね、すごい数のヒンドゥー教の妻300人取った。名君と言われてますからね。はい。このアクバルね、他にもですね、地方のですね、役人とかがですね、地方と癒着しないようにですね、定期的に人事異動をするとかですね、あとは税制改革をするとかですね、政治が非常にうまかったんですね。なので宗教においても政治においても、あと学問を保護したり、宗教同士のですね、いろんな宗教の人たち呼んでですね、比較宗教学って言ってね、キリストはこう考えてます、イスラムはこう考えてますとかね、そういうことを保護してですね、みんな活性化させたりですね、非常に知的だったんですね。アクバル、非常に知的な名君、第3代目の皇帝でございますね。トップでございます。そして第5代目、シャー・ジャハーンというのが現れるんですけども、この5代目のシャー・ジャハーンも非常に大きいのが何か。
タージマハルを作ったんです。インドといえばタージマハル。あれは一体何ですか？綺麗な白い建物です。あれ実はお墓なんですよね。タージマハルというのは自分の奥さんが亡くなった。もうね、何人か奥さんいるんですよ。このね、シャージャハンもね。何人か奥さんいるんですけど、もう一番愛してる奥さん。これ一番、もう若い時に、20歳の時に19でね、向こうも。ね、で、もう仲睦まじくね、もう一番好きだと、ナンバーワンや言ってた奥さんがですね、その出産の時にですね、体に負荷がかかりすぎて、ね、命を落としてしまう。ね、それがあったわけなんですね。それもう悲しくてですね、もうこのシャージャハンはですね、もう泣きくれるわけですよ。もうあまりにも悲しんだ結果ですね、髪が真っ白になった。真っ白。シャージャハン、真っ白。ね、悲しすぎる。綺麗な墓建てたい。言ってですね、とんでもない墓を建て、それがタージマハルなんですよ。これとんでもなくいい話に聞こえるんですけども、なんと22年間2万人の職人を雇い続けたそうです。どういうこと？ 22 年間かけて2万人でずーっと作ったのがタージマハルなんですよ。そりゃ綺麗やろと。その結果どうなったかというと、金がなくなったそうです。それにブチギレたのがシャージャハーンの息子アウラングゼーブです。アウラングゼーブはですね、父親がですね、白い墓を20年間作り続けてるのを見てですね、何してんすかこれ言ってですね、ブチギレたんですよ。その上でいよいよこれは切れたっていうことになったのが、白い墓を作り終えて、これ妻も浮かばれると思います言ってですね、親父この野郎22年間こんなでっかい墓作りやがってと思ってですね、そして発表がありますですね、真っ白い大理石で作ったタージマハルのですねが立ったですね、その川が流れてるんですけど、川の向かいに空き地が用意されてるんですね。あちらをご覧くださいって。なんだ親父って。あちらには同じサイズの黒いのを建てますって言って、ふざけんなとかねやろうって捕まえろって言って、ね、親父幽閉したんです監禁しとけこいつって言ってですね、潰れかけとんねんこっちって。お前あれ1号棟やったんかぜ。なんで2号棟白黒、ふざけんなと。22年かけてお前それ2万人やってもうほぼ金ないんじゃこっちはってですね、もう牢屋入ってもらうってですね、幽閉されたシャージャハールはですね、毎日その白いお墓を眺めて過ごしたそうなんですね。シャージャハルかわいそうってみんな思うかもしれないんですけど、その間もたくさんの女性と、楽しく過ごしてたそうなので、一途ではないらしいんですよ。とにかく最愛の王妃に対してものすごいお墓を作った。でも最愛の王妃だけにお金をかけてたんじゃなくて、自分の椅子も7年かけて作ったそうなんですね。びっしりと宝石を埋めた椅子を7年かけて作ったそうなんで、そりゃアウラングゼーブ切れるわなっていう話なんですよ。タージマハルはその異常に浪費をする一人の愛妻家によって作られたあまりにも美しい、文化遺産なわけですね。でもそれによってバーブルが作りアクバルが守ったですねムガール帝国はですね金がなくなってくるんですよ。おいシャージャハーンと何してくれてんの言ってですね、アウラングゼーブはですね、俺が頑張る真面目なんですね。アウラングゼーブ親父を見てたんですね。シャージャハンあれダメでしょですね、浪費家すぎるってですね、そもそもイスラム教ね、もう倹約とかをしっかりしようよとかね、そういうとこもあるわけですよね。断食したりとかですね、そのお祈りしたりですね、その厳しい戒律を守りながらですね、やっていこうよってね、真面目にやれよって言ってですね、その一生懸命頑張るね。そのアウラングゼーブはものすごいですね、その戦闘なんかにもうまく自分で参加してですね、戦って最大の領土を獲得したらしいんです。ところがこの真面目なアウラングゼーブなんですけれども、真面目すぎたとも言われるんですね。それがイスラム教の真面目な敬虔な信者だったがためにですね、ヒンドゥー教との融和政策を許せなかったんですよね。名君アクバルがやったヒンドゥー教との融和政策だが、イスラムの敬虔な信者としてヒンドゥー教との融和政策っていうのは許容できるものではない。俺は親父とは違うんだ。アクバルといえど間違ってることは間違ってる。ヒンドゥー教との融和政策はイスラムのアッラーに対しては非常に失礼だ。
アッラー以外に神はないって言って祈り始めるんですよ。なのに多神教のヒンドゥー教を許してるじゃないかと。俺は許さないぞと言ってですね、ヒンドゥー教徒の融和政策をアウラングゼーブが停止するんですね。その結果どうなったか。9割のヒンドゥー教が反乱するんですよ。今まで許してくれてたのにつって、親父の方がまだましじゃつって、うわー反乱するんですね。うわー俺はね、その真面目にやってるだけなのにつって、うわー反乱して弱体化してるんです。この5代シャージャハンで金がなくなり、アウラングゼーブ6代で信頼がなくなり、ムガール帝国は大混乱に陥ります。チンギスとティムールの子が作ったバーブルのムガール帝国、アクバルという名君によって非常にそのウルトラ C の融和を見せていたんですが、シャージャハーンの浪費、アウラングゼーブの不寛容によって大混乱を陥る。ねえ。このイスラム教とヒンドゥー教の対立というのは、インドにおいて近現代まで遺恨を残すことになります。その後にそれがある国に利用されてしまうんですよね。あそこ攻めるには仲の悪いあいつらを喧嘩させた方がいいんじゃないか。そう。大航海時代でやってくるのはイギリスだ。後にインドを長らく支配する宗主国。イギリスはそのヒンドゥー教とイスラム教の対立を後に利用することになっていく。さあ、古代中世インド編は以上でございます。ここからさらに中国編をやり、中国がいかにして隆盛しながら近現代乗り遅れたかというところもやる大航海時代を迎えるというねえ。中東においてはオスマン帝国がなってねえ、インドにおいてはムガール帝国がとなって、何がやってくるか、大英帝国がやってくるんですよ。中東にもインドにも、そして中国にも。清とアヘン戦争をしたのはどこだ。そう、この4つのエリア、大航海時代、このヨーロッパという西のエリアから東に向けてガンと大英帝国がオスマン、ムガール、清というですね、3つのエリアの大帝国を産業革命の力によって叩いていく。そう、イノベーションが格差を生んでいく。それはもっと大きい規模でというお話でございます。ぜひ続きもご覧ください。ではまた。プログレスのお知らせです。プログレスとは学びを実践するコミュニティです。自分の強みがわからない方、強みを伸ばしたい方、強みで活躍したい方、どの段階の方も適切なメンターに出会うことができ、学びを実践するチャンスがあります。それがイノベーションコミュニティ、プログレスです。中田敦彦の生配信、授業を深掘りした感想や社会情勢の分析をほぼ毎日視聴可能。要約記事やアーカイブも充実しています。メンバーとの交流、オフ会やメンターとの出会いが日々誕生。グループ活動も盛んで、 AI や NFT などの最新のテーマについても遊ぶように学べます。たくさんのメンバーとの出会いと学びを安心して楽しんでいただくために、Discord や独自 SNS を使った治安維持にも力を入れています。独自イベント、中田敦彦が企画、メンバーが出演参加するイベントを定期的に開催。興味のあるものを選んで参加できます。メンバー同士のお仕事を促進するエージェントサービスも運用中。いかがですか？もっと知りたいという方は概要欄のリンクからプログレスのページへどうぞ。チャット GPT を生かしたガイド係もお待ちしています。人は何者にでもなれる。いつからでも。月額980円で人生の扉を開きましょう。